さて、Steam 人気ナンバーワンのディアブロライク続編が大型アップデートでとんでもない盛り上がりを見せてるとのことで、今回はパスオブエグザイル2の紹介を行います。この動画公開時にはあとわずかですが、シーズン3もとい新リーグ開始とともに3日間無料で遊べるため、プレイ人数が前回のリーグを大幅に超えました。昨年末のリリース開始時が58万人、リーグ2が24万人、今回のリーグ3は33万人です。久しぶりにプレイしてみましたが、やはり面白いです。この路線しかないと感じるし、開発の方たちが目指すべき方向に進んでいそうです。ユーザー側は好むか好まないかが真っ二つに分かれており、さらにそこから細分化するわけですが、合わない人は初期リリースで多くが離れています。それでもまだ何十万人というプレイヤーが集結するわけです。今後もどんどん改良を重ね、唯一のアクション RPG を作り上げてほしいです。それは何かというと、ディアブロライクとアクション性の程よい融合です。今リーグはウォーリアーでプレイしましたが、近接が一番アクション性の高さの恩恵を受けられます。殴るさなか攻撃をキャンセルし、盾で能動的に防ぎ、防御に成功したらカウンターで反撃を行い、時には遠方からシールドチャージで距離を詰め敵を吹き飛ばし、そこにウォークライでデバフを与え、自身を強化後、大技で再び殴りつつ、距離のある敵に対しては槍投げといった飛び道具で応戦する、といった状況に応じての戦法が取れる面白さがパスオブエグザイル2にはあります。敵がきちんと尻餅や膝をつき、一定時間転ぶといったリアクションを取るのもアクション性が増し、楽しさに拍車をかけます。ここぞという時にヘビースタンで一定時間行動不能にし、ラッシュを仕掛けるといったチャンスも能動的行為から作り出せます。ボスが強いためソウルライクっぽいという人もいますが、ダークソウルズ系はもっと難しいです。立ち位置はこんな感じでしょうか。仁王はディアブロ系戦利品を採用したソウルライクです。パスオブエグザイル2はアクション性が高めのディアブロライクです。既存の棒立ちで殴り合うアクション RPG からの脱却であり、大きなチャレンジでもあります。加えてワンボタンで画面上の敵を殲滅する強ビルドも大抵用意されています。前回リーグもパリーが嫌いな人たちに叩かれた新キャラハントレスが一番強く簡単な構成を持っていたというオチでした。可能であれば多彩なアクションを取ることでより強くなれる仕組みも今後バランス調整で加えていってほしいです。難点があるとすれば進行速度とあまりにしっかりと作られているキャンペーンモードの長さです。時間が取れない人にとってはシーズン性が壁になり、強い構成でプレイしないと何十時間もかかります。ただストーリーが長いのはむしろ良いことであり、初回のその何十時間は確実に満足できます。強い構成だけではなく、自分が楽しめる構成を模索しながらプレイするのがおすすめです。戦士が魔法を唱えても良いわけです。続いて先日新シーズンが始まった次の人気のディアブロライクであるラストエポックとの比較です。パスオブエグザイル2よりもややカジュアルで、どんな構成でも素早くエンドゲームに到達できます。毎日の動画更新でほとんど余裕がない私ですら、1日1時間プレイで今キャンペーンをクリアし、アイテム掘りをしています。スキルの性能が変化するユニーク装備が序盤からどんどんドロップするので敵が解けます。エンドゲームに入ってからはユニークがより強くなる可能性が上がるというのがラストエポックの一つの特徴で、それがため進行速度が速く感じられる作りになっています。対してパスオブエグザイル2の進行は非常にゆっくりです。まだ早期アクセスであるのが一番大きいです。トレードをしなかったり、そのリーグでの強い構成にしないとじっくり育成になります。ここでふるいにかけられ、SNS で暴言を吐いて辞める人も出るくらいです。だがそれがいいと思う人向けに作られています。ラストエポックのプレイ人数は先日の新シーズンで最大8万人まで同時にプレイされたので、規模的にはパスオブエグザイル2の3分の1から4分の1くらいです。よって時間が取れない方はラストエポックだと従来のハクスラゲーの楽しみを得られやすいし、時間が取れないながらも与えられた範囲内でパスオブエグザイル2のアクション面を楽しむのも面白いと思います。あるいはデータがリセットされないリーグ外のキャラでちょっとずつ遊ぶのも大いにありです。あまりに進行が遅すぎると言われた点に関しては開発側も改善を行い続けています。以前 Steam の評価がすごい下がった時、緊急で調整が入ったこともありました。今回の新リーグでもより早く遊べる仕組みが追加されています。それはまずダッシュ機能です。ローリングのドッジボタンを押し続けるとそのまま走りに移行します。レースゲームの車のような感性になるため、キビキビ90度には曲がれませんが十二分に良いです。走ってる途中でボタンを押せばすぐに攻撃に移れます。
次に今までアクト1から3クリア後は難しいアクト1から3が始まりましたが、今回は代わりにアクト4と暫定的なミニアクトが用意されました。長さはまだ到達していないからわかりませんが、繰り返しの上々さは薄れます。その他リーグ限定かどうかはわかりませんが、1作目であったアビスモードというものが移植され、道中敵が大量に湧く仕組みも加わっています。倒せばより良い報酬や限定レアを得られ、進行に役立てます。サポートジェムにも改善が行われ、複数スキルに同じものをはめられるようになりました。同じスキルに同じジェムはさすがに無理でした。その上サポートジェム自体の強化が行え、より強いキャラが作れます。クラフト用の上位版の素材も登場し、新ユニークも多彩に追加され、エンドゲームでは強力なユニークサポートジェムもドロップします。取引では非同期の仕組みで、プレイヤーがいなくても売買が可能になりました。以上、今までよりもより遊びやすくなったため、これを機にパースオブエグザイル2に復帰したり、新規で遊んでみてはいかがでしょうか。現状はまだ4000円以上するサポートパックの購入が必要で、正式版になると無料化されます。早期アクセスは本来はもっと早く終わる予定でしたが、このペースですとまだまだ何年もかかりそうです。対応プラットフォームは PC、PS5、Xbox となっています。というわけで今シーズンは一体どんなゲームシステムなのか、ある程度進めた様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。パースオブエグザイル2 Rise of the Abyssal。さあまずはキャラクター作成。今回のリーグはこれであると。そしてクラスはどれにしようかな。レンジャーが一番調整が入ってるとのことですね。ただ今回は近接で遊びたいな。ウォーリアーでいくか。残りまだ5人が予定されてますね。ウォーリアーとりあえずぶん殴るキャラですが、ただ系の技もあんのかな。防御、盾を活用したいですね。よし行くぞー。うわー。さあ始まりましたが、ゲームの流れは一緒ですね。今回のアビスリーグっていうのはどれくらいから体験できるんでしょうね。あ、やめろー。うわー。初めの武器はコンボ。R1 で殴れる。で、どっちから走れるようになったところですが、これはそうですね。あ、結構走るのこれ。なんかカーブ曲がるのもね、レースゲームみたいに感性がつきますね。直線用かな、主に。一つ押しっぱなしで高速移動ができるようになりましたね。で、走ってる間に敵にぶつかってしまうとこけるとのことですか。お、どうだ、こけた。あんまりこけた感じしませんね。ちょっと突っかかった感じしますけど。そしてシールド L1 で使える。これの性能どうなってんだ。レイズシールドですね。以前もマーセナリー使った時に結構盾は使ってましたけどね、本格的ではありませんが。ダッシュはやっぱ相当快適じゃないか。そしてローリングスラム、初めてのスキルジェム。ジェムをソケットにはめましょう。これ先いけないけど使えって言われてる。おりゃ、おお、二段叩き。このモーション一つとっても前作を凌駕しますね。おりゃー。でこいつはやたら強いと、このカニみたいなやつがね、今作結構批判を受けてますね。ダッシュ中に攻撃はまあできますね。すぐ移れる攻撃モーションに。初めのボスだ。おら、この野郎。ディフェンスを活用しよう。赤い攻撃はどうだ。シールド防げないのかな。で今回よりなんか防御と回避以外にね、デフレクトというメカニクス、それが追加されたとのことですが、どういう効能なんだろうね。他にも反射とかパリとかあったと思うけど、普通の攻撃は防げますね。これどうだ。あ、これやっぱりひるみますね。回避が一番か。防げながらでも攻撃できるからね、常に構えていた方がいいかな。さあクリア。実績報酬のアイテムなんかもらったけど、これは両手メースか。盾が使えませんね。あ、でもスワップウェポンあるんでしたね、このゲーム。即時に切り替えてくれる専用の技を使えばね、素晴らしいよね、そこら辺は。でパッシブスキルツリーですね。このキャラはここから始まるんだ。アーマーもしくはダメージ。まあ初めダメージでしょうね。でもどうかな。アーマー値が高いほど反射能力が上がるとか、そういう性能あんのかな。さあさらにスキルジェム、好きなものを得られますと。ヘビースタンもしくは範囲技かな。アースクエイク、二刀流でも使えるんだ。じゃあボーンシャッター、こっから覚えていこう。
アビスモンスターの発生源を探せ。これはそうか。今回のリーグ用の何か。で、街中もダッシュできるようだね。縦で、防いだ後にボタンを押すと、なんかカウンターを打てるんだね。パリ的に。マーセナリーの時は、こんなの使えなかった気がするんだけど。あと、攻撃キャンセルできますね、やっぱり。縦でいつでも。ああ、ブロックした直後にボタンを押すと、シールドバッシュ。これマーセナリー使えた？全然知らなかった。亀裂に近づけ。亀裂が近くにあるっぽいよ。右上のミニマップを見る感じ。左上。これか。緑色の何か。入るもんじゃないの？近づいたけど。ダメだ、亀裂に変化がない。ちょっと話を進めよう、もうちょい。お、アビスの位置を突き止めろ。なんだ、結局中に入りゃよかったんだ。こいつ、緑色だぞ。これは亀裂だ。侵入者を倒せ。うりゃー。数は結構出てきますね。序盤ながら。アビスの武器庫を開けろ。これクリア。お、中にはいろいろ装備品が入ってますね。で、初めてのサポートジェムですね。今回より変わったという。あとこのサポートジェム自体にもティアが設定された？どこで確認できるんだ？とりあえずまずは盾鍛えようかな。シールドバッシュでスタンさせるか。じゃあスタン系がいいんだね、やっぱり。ヴァンガード。これがハマりましたが、ヴァンガード1って書いてありますね。これが何かの条件に応じて、ティア2、ティア3と上がっていき、効能が増しますと。どうやって上がるかはわかりませんね、現状は。で、今まではここにヴァンガード1を設定してしまうと、他のスキルとかにも設定できませんでしたが、これから付けられるようになる。同じ装備に2つできるのかな？もう1個サポートジェムあるけど、取れないよ。やっぱり同じものにははめらんないんだ。とりあえずメイスストライク。一撃は重たい方がいいんじゃないかな。防ぐこと多いからな。出血でいいか。さらに、スキルジェム、レベル2。ファイターだけど、コンボは使わずに他の技を使ってもいいわけだね。アービス出てきましたね。こっちに行けばまた敵が大量に湧くのか。お、クリア？宝物が出てきた。なるほど。こうやってどんどんアイテムが回収できるんだね。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。